皆さんこんにちは。実家に帰省中の暮らしを楽しむです。今日は今年建てたばかりの新築の実家がなぜ一条工務店を選ばなかったかを動画にしていきます。私は一条工務店の家に住み、すごく満足しています。実家にも初め一条工務店をおすすめしていました。両親は私の一条工務店で建てた家にも実際何度も遊びに来て、いい家だと言ってくれていました。兄は支店にも話を聞きに行き、印象はすごく良かったそうです。ではなぜ一条工務店を選ばなかったのでしょうか。それは出張費になります。実家と紹介したい支店先の距離はおよそ約315キロ。営業マンさんに聞いたところ、支店がない場所に家を建てる場合、基本的には工事に関わる人すべて現地の人ではなく、支店から送られた人になるそうです。なのでその方たちの滞在費なども施主の負担になってくるそうです。そうなるとかなりの高額になり、出張費は約1000万円になるそうです。その他に土地代、家本体の値段を合わせるとかなりの額になってしまいます。しかしこれは一条工務店に限らず、大手ハウスメーカーは支店がない場所に家を建てるとなると、金額は条件により前後しますが、出張費はかかってしまうことが多いようです。実家の家は出張費にかかる金額を坪数や他のものに充てたかったため、一条工務店を候補から外しました。家を建てる際は家に何を求めているかによってハウスメーカー選びも変わってくるように思います。一畳なら床暖の住み心地とランニングコストの良さを求めている人、輸入住宅を取り扱っているハウスメーカーならおしゃれさや非日常感を求めている人というふうに、自分に合ったハウスメーカー選びが大切になってくるかと思います。ちなみに支店から121キロ離れた場所に一条工務店の家を建てた友人がいます。その場合は出張費300万円から400万円くらいだそうです。出張費については調べてもなかなか情報がなく、私も営業マンさんに聞いただけの情報なので、明確な金額や条件などは周知していません。なのでもし出張費を払って一条工務店で建てた方がいましたら、コメント欄でいろいろ教えていただけると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。普段は一条工務店のおうち作りに関する情報や DIY、100均収納術などを動画にしています。少しでも暮らしに役立つような情報になっていると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンで応援よろしくお願いします。コメントもすごく励みになっています。いつもありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。